んばんは。突撃。あなたの担当ウマ娘ですよ。夜分にごめんね、トレーナーさん。ちょっとトレーナー室に忘れ物しちゃって、鍵貸してくれない？で、こんな夜更けにまた返しに来るってのもなんだしさ。明日は私が鍵開けとくから。いや、大丈夫大丈夫。ネイチャさんを誰だと思ってるのさ。もう守ってあげたい系女子とかじゃないじゃん。ということで、ほらほら、早く鍵くださいな。どうもどうも。そんじゃあトレーナーさん、おやすみ。もしもし、ネイチャのトレーナーさんかい？突然すまない。立東寮長の藤木関だ。もう門限を1時間も過ぎたっていうのに、ネイチャがまだ部屋に戻っていなくてね。行き先について心当たりはないかな？首固まっちゃった。にしても勝利勝利また勝利ね。しかもなんとまあ完璧な展開。終盤の位置取りとかお手本じゃん。いっぺん向こうのペースになったらもう取り戻せないって感じするな。やだやだ。待て、トレーナーさん。嘘、なんでここに？富士山から？なんでまた？門限。時計気にするの忘れてた。バカじゃんもう。嘘ついてごめんなさい。鍵返します。寮長にも謝ります。いや、私は違うから。何度もそう言ってるじゃん。私はそんな器じゃないんだってば。私はさ、一等星なんかじゃないの。そんな風にキラキラ輝けない。みんなを照らす主人公にはなれない。もちろんなれるって思ってた時期がなかったとは言わないよ。出ないとこんな学園来ないじゃん。でもさ、もう私の記憶には焼き付いちゃってるんだよ。走っても走っても絶対に届かない背中がさ。目いっぱい応援されて盛大に送り出されて、でも本物の輝きを持ってる子たちを前にどうしようもない現実を突きつけられた。つまりはそういうよくある話のよくいるモブでしかないんだよ、私は。そういう風にしかなれないって自分が一番よくわかってる。こんなのがさ、一着になりたいとかって全然似合わないしみっともないでしょ。私はキラキラなんかできない。やめてよトレーナーさん。ほんとやめてってば。
さ、トレーナーさん、この後帝王の映像見に行ってもいい？いや、誤解しないでよね。帝王対策に燃えてるとかそういうんじゃないから。ただ一着を取るとか勝利するとかは無理でも、善戦したいって気持ちぐらいは私にもあるからさ。じゃあ行きますか。